今回のテーマは太平洋戦争中のブーゲンビル島です。よくガダルカナル島は上の島と書いてガ島と呼ばれましたよね。ねえ、そうですね。それに対してこのブーゲンビル島は墓の島、母島と揶揄されるほどの本当に過酷な戦場でした。はい。で、今回読み解いていくのはこの戦いの裏で繰り広げられたもう一つの戦争、情報戦についてなんです。なるほど。手元にあるのが当時日本軍と戦ったアメリカ軍の2つの師団が残した生々しい戦闘報告書でして、アメリカの師団と第37歩兵師団の戦闘報告書ですね。はい、捕虜になるのは最大の恥と教えられていたはずの日本兵がなぜか敵であるアメリカ軍に驚くほど多くの情報を話してしまった。これが一体なぜなのか、それからある従軍記者の告発、そして日本の社会人類学者の理論まで全く違う角度の資料を突き合わせていきたいなと。興味深い事実を掘り下げていきましょう。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。まず今回のテーマであるブーゲンビルの戦いが太平洋戦争の中でどのように位置づけられるか、その全体像から見ていきましょうか。お願いします。この戦いの重要性を理解するにはまずラバウルという場所を思い浮かべる必要があります。当時パプアニューギニアのラバウルには日本の巨大な航空基地がありました。はい。戦闘機とか爆撃機がもう数百機も集結してたんです。このラバウルの存在は連合国軍にとって大きな脅威だったわけです。そこを叩かないと反攻作戦が進まないっていう喉元に突きつけられたナイフみたいな存在だったんですね。つまり連合軍が日本を押し返すにはラバウルの攻略が不可欠だったと。なるほど。しかしラバウルは要塞化されてて、直接叩くととてつもない損害が出ることが予想されました。だからアメリカはラバウルを孤立させる作戦を取るわけです。これがカートホイール作戦と呼ばれるもので、ブーゲンビルの戦いはその中心を担う戦いだったわけです。なるほど。本丸を力ずくで攻めるんじゃなくて、その手足を縛り上げて無力化する作戦の一環だったんですね。そうです。ブーゲンビル島に飛行場を確保して、そこからラバウルを叩き続けると。そういうことか。その戦略のもと、1943年11月、アメリカ軍はまずは海兵隊がブーゲンビルの南タロキナに上陸します。はい。ここからブーゲンビルの戦いが本格的に始まるわけですが、日本軍はアメリカ軍の動きを全く予想できず、奇襲される形で上陸を許してしまいます。その後の展開はかなり早かったんですよね。この間にアメリカ軍はタロキナにさらなる部隊や物資を送り込むための足がかりを築き上げて、飛行場の建設にすぐ着手します。そして12月には海兵隊から陸軍、つまり今回取り上げるアメリカ師団と第37師団に防衛任務を引き継ぐんです。なるほど。一方で補給を断たれた日本軍はですね、過酷な自然環境の中、飢えと疫病で多くの兵士が命を落としていきます。ただ報告書を読むと、この戦いは守る日本側だけでなく、攻めるアメリカ側にとっても相当過酷だったことが分かります。そうなんです。報告書が示す最初の敵は日本人じゃなかったと。まさにこの過酷な自然環境こそがアメリカ軍にとって最初の敵だったと報告書は記録しています。報告書はいきなり衝撃的な一文で始まりますよね。地図が全く役に立たなかった。そうなんですよ。うっそうとしたジャングル、地図にない断崖絶壁や常なし沼、これじゃ作戦なんて立てようがないじゃないですか。その通りです。しかも後から航空写真をつなぎ合わせた地図でさえ、それぞれの写真の歪みを補正しないままつないだものだったらしくて。うわー、そうなんですか。だからいざそれを使って砲撃しようとしても着弾点が何百メートルもずれちゃう。それは全く使い物にならなかったそうです。うわ、自分たちが今どこにいるのかすら正確にわからない、まさに暗闇の中を手探りで進むような状態だったわけですね。だから部隊は日本兵を探しながら同時に自分たちで地図を作り直していくしかなかった。この状況が兵士一人一人が持ち帰る生の情報の価値を極限まで高めたんです。報告書には兵士全員が情報部員になれとまで書かれてます。全員が目となれ耳となれと。そのカオスの中で必死に集められた情報、その情報源として特に重要だったのは2つあったそうですね。はい。パトロール部隊が持ち帰った捕虜と敵の拠点から手に入れた文書です。
でもここで素朴な疑問が湧いてくるんですよ。もともと日本軍では捕虜になることは最大の恥だと厳しく教育されていたはずです。そんなに簡単に情報を渡したんでしょうか？まさにそれが今回の話の核心にある大きな謎です。ええ。その謎に迫る前に、まずアメリカ軍がその情報からどれほどの利益を得ていたかを見てみましょう。その効果は彼らの想像をはるかに超えるものでした。第37師団の報告書はその成果を少し誇らしげに記してますよね。これらの情報によって日本軍が計画したほぼ全ての大規模攻撃を事前に察知できたと。すごい自信ですよね。アメリカ師団の報告書にも、我々は防衛線への攻撃計画を1ヶ月以上も前に知ることができたとあります。どうやってそんなことが可能だったんですか？きっかけは1月30日に捕らえた木村という一人の兵士でした。日村さん？彼への尋問で日本軍が3月中に総攻撃を計画しているという最初の情報をつかむんです。はい。これは翌月の3月に日本軍が行った第二次タロキナ攻撃ですね。たった一人の捕虜からですか？でもそれ一つだけだと偽情報の可能性も疑いますよね。もちろんです。だからそこからクロスチェックが始まります。アメリカ師団と第37師団それぞれがその後捕らえた複数の捕虜から断片的な情報をパズルのように組み合わせていく。そうすると攻撃の規模やおおよその日付がどんどん確実なものになっていったんです。なるほどな。そして決定的な瞬間が訪れるわけですね。ええ、3月8日です。第37師団のパトロール隊が偶然にも日本軍の大隊規模の集結地を発見します。はい。報告を受けた司令部は即座にそこに全火力を集中させて部隊を壊滅させました。うわ。日本の戦史資料にも3月9日に予備兵力として投入された歩兵第13連隊の第2大隊がこの時壊滅したとははっきり記されています。ということは、ええ、アメリカ側の情報の正確さがここで裏付けられているんです。ちょっと待ってください。さらに驚くべき話が報告書にありますよね。3月11日の出来事。ああ、はい。日本軍の将校の遺体から1枚の地図が見つかった。そこにはまさにそのように決行されるはずだった総攻撃の詳細な計画が全部書き込まれていました。部隊の進軍ルートや時間まで信じられないほど詳細に書き込まれていた。その結果、アメリカ軍は全ての攻撃ルートに機関銃と迫撃砲を配置して万全の態勢で待ち構えることができました。日本軍は何も知らずにそのキルゾーンに。そうなんです。陣地前方の樹木を完全に伐採して日本兵が隠れることのできないキルゾーンを作り出した上で、夜間にはサーチライトや照明弾で明るく照らすことで夜襲を仕掛けてくる日本軍を待ち構えたんです。それはもう結果は火を見るより明らかですね。この攻撃を主導した日本軍の歩兵第45連隊は死傷率が 80% を超えたと。はい。1枚の地図がそれだけの結果を生んでしまうとは。まさに壊滅的な損害を被りました。戦後この攻撃を指揮した日本軍第6師団の神田師団長は、米軍は物量に任せてジャングルを焼き払ったと回想してますけど、アメリカ軍はものすごい弾幕射撃でジャングルを焼き尽くしてしまったと回想していますが、これは単なる物量勝ちではない。彼らの圧倒的な火力はこうした緻密で正確な情報があったからこそ効果を最大化できたわけです。情報が文字通り兵士の命を左右したわけですね。そうなると兵士たちの意識も変わってきますよね。敵は殺せから敵は生け捕りにしろへと。まさに第37歩兵師団の戦闘報告書にある記述ですね。当初は敵兵を殺害する傾向があったが、やがて捕虜を生け捕りにするための特別な努力をするようになったと、その変化が記されています。はい。その変化を象徴するエピソードがまた強烈で、新兵とベテラン兵の話ですね。激しい攻防の最中、興奮した一人の新兵が叫んだそうです。俺は捕虜なんか取らない。見つけたジャップは皆殺しにしてやる。するとベテラン兵がその新兵を静かに諭した。それはナンセンスだ。我々が今こうして敵の攻撃に備えられるのは、誰かさんが捕まえた捕虜のおかげだということを知らないのか。つまり憎しみを乗り越えた生き残るための知恵ですね。戦場の極限状態でそんな風に考えられるというのはすごいことです。ただこの話あまりにできすぎていませんか？まるで戦記物の美談のような完璧なストーリーですよね。そうなんですよ。
綺麗すぎる話には何か裏もあるかもしれない。まさにその通りで。と言いますと、同じ時期の同じ第37師団についてオーストラリアの従軍記者デニス・ワーナーが全く反対の記録を残しているんです。ワーナー、太平洋戦争の取材で非常に高く評価されたジャーナリストですね。彼は著作の中で衝撃的な告発をしています。それによると1944年3月、まさに先ほどの地図の情報で日本軍の攻撃が失敗に終わった直後のこと、第37師団の司令官であるベイトラー少将が負傷して投降しようとする日本兵は捕虜にせず射殺せよと部下に直接命じたというんです。ちょっと待ってください。それは明確な戦争犯罪じゃないですか。一体どういうことでしょう？論理的には同時に成立しませんよね。片や公式報告書は情報源として捕虜を守ったと美談を語り、もう片方では信頼できるジャーナリストが同じ師団のトップが無抵抗の兵士を殺せと命じている。考えられる可能性はいくつかあります。一つ目は、公式報告書が不都合な真実を隠したという可能性。司令官による不法な命令というスキャンダルを覆い隠すために我々は人道的かつ合理的に振る舞ったという物語を作り上げた。あるいはワーナーの証言が誤りだった可能性は？もちろんそれもあります。ただ彼は戦後も活躍した非常に信頼性の高いジャーナリストでした。だからこそ告発は重い。そこで考えられる第三の可能性、それは両方がある意味で真実だったというものです。建前と本音が併存していたということですか？そうです。軍の公式方針、つまり建前はあくまで捕虜を獲得して情報を得よ。しかし第37師団のベイトラー司令官は現場に対して厄介な負傷兵の捕虜なんて面倒だ、処分してしまえという非公式の本音の命令を出していた。なるほど。興味深いのは隣で戦っていたアメリカ師団の報告書にはこうした捕虜の殺害に関する記述が一切ないんです。これはこの問題が第37師団に特有のものだった可能性を示唆しています。なるほど。公式記録はあくまで建前だけを記録し、ジャーナリストはその裏にあった本音の顔を嗅ぎつけたのかもしれないと。真相は闇の中というわけですね。そうです。そしてこの矛盾を踏まえた上で、いよいよ我々はこの話の最大の謎に立ち向かわなければなりません。なぜあれほど捕虜になることは最大の恥と教え込まれた日本兵はいとも簡単に多くの情報を語ってしまったのか。本当にそこですよね。拷問されたわけでもなく、むしろ丁寧に扱われて結果、重要な軍事機密を話してしまった。彼らの心の中では一体何が起きていたんでしょうか。その謎を解く一つの影として社会人類学者の中根千恵博士が提唱した縦社会の理論が非常に示唆に富んでいます。縦社会。これは日本人が自分を認識するとき、資格や属性よりもどこに所属しているかという場で定義する傾向が強いという考え方です。わかります。自己紹介するときに私はプログラマーですと職能を言うより先に私は A 社に所属していますと会社の名前を言ってしまうあの感覚ですね。まさにそれです。自分のアイデンティティが所属する会社という場に強く結びついている。この視点から戦場で捕虜になるという状況を考えてみてください。それはそれまで自分という存在を支えていた日本軍の〇〇仲介という最も強力な場からある日突然完全に引き剥がされることを意味します。アイデンティティの拠り所を失うわけです。なるほど。それでいて多くの捕虜の証言では天皇陛下への畏敬の念は失わなかったというんです。日本人としてのアイデンティティは持ち続けている。でも日々の行動を律する現実的な部分では所属する場がそれまでの日本軍の中隊からアメリカ軍の捕虜収容所に変わってしまった。その通りです。そこでは食事と寝床が与えられ治療も受けられる。つまり彼らにとっての新しい現実の場がそこに出現するわけです。生きていくための新しいコミュニティが。そしてその新しい場を共有しタバコをくれたり優しく話を聞いてくれるアメリカ軍の尋問官こそが彼らにとって新しい関係性を築くべき相手になる。ですよね。その場での役割を果たそうとすることが結果的に情報提供につながった。つまり彼らの心の中では祖国への思いと目の前の現実の場に適応することは必ずしも矛盾しなかったのかもしれないと。そういう見方ができます。それは深いですね。アメリカ師団の報告書に尋問官が捕虜に
君はもう日本人ではない、生まれ変わったのだと諭す尋問テクニックがあったと書かれていますが、それはまさにこの心理をついたものだったわけですね。古い場とのつながりを断ち切って新しい場への帰属意識を高めさせる。その通りです。そもそも日本軍には万が一捕虜になった際にどう振る舞うべきかという訓練がほとんどありませんでした。ああ、そうか。捕虜になること自体が想定されていなかったからです。だから何の心理的な体制もないままその想定外の事態に放り込まれてしまった。でもそれだけで全ての行動を説明できるんでしょうか。純粋に死の恐怖から生き延びるために協力したという側面はなかったんでしょうか。もちろんそれも大きな要因だったでしょう。ただ天皇陛下への畏敬の念は決して失わなかったが、部隊の配置や作戦計画といった重要機密はベラベラ喋った。これは観念的な祖国への忠誠心というアイデンティティと、目の前にある新しい場で生きるための行動原理が彼らの中で完全に切り離されていたことを示しているのかもしれません。ブーゲンビル島のジャングルでの情報戦から始まった今回の話が、最終的に日本人の心理やアイデンティティの在り方というここまで深いテーマにつながるとは思いませんでした。そして皮肉なことに、この強烈な経験があったからこそアメリカ軍は戦後自国の兵士に対して捕虜になった際は名前、階級、認識番号以外は話すなという行動規範を徹底するようになる。そうなんですよね。最大の教訓を敵である日本兵から学んだわけですね。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もし少しでも興味深く感じていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。